はい、今回並べていくのは2014年チームワールドチャンピオンシップの黒チュネットタイムラ。これは名前から言ってるから、実際はタイムラチュネットさんですね。と、白チンギンコンスタンティンさんの対局を並べていきます。で、この対局はちょっとね、特殊で、もちろん棋風自体もすごいんですけど、この棋風の凄さをね、理解するにはね、割とこの時代についての背景知識が必要だなというね、気がしたので、今回はその棋風そのものの手順を並べていく前に、この時代、これが打たれていた時代に何があったのかっていうのをね、ちょっと話しながらやっていこうかなと思っています。よろしくお願いします。で、戦型としましては、感性からこうなりました。で、この白4っていう形が、白のチンギンさんが編み出したと言われる革新的な戦型なんですけど、当時はほとんど丸で打たれていなかった形ですね。今回、この棋譜を並べるにあたって、いろんなデータベースを見直したんですね。で、一般的にベンチプレイヤーが研究とかするときに見返すデータベースって、当時はね、主に2種類ありまして、一つは今も使われているレンジュネットというね、公式戦のデータベースですね。でそこで、公式戦のデータが全部取れるので、それと、もう一つは、レンジオフラインという、研究対局用のサイトが昔はありまして、でそこで、なんか強い人がしのぎを削り合っていると。で、当時は、今みたいにカタゴとかラフファイみたいな、なんか、絶対に信用のおける AI っていうのがなかったんですよね。なので、基本的には手探りの研究ですね。で、なんか人が頑張ってポチポチして、それでいい手を探すみたいな。で、いい手が見つかったらなんか大会で使うみたいな、そういう感じで。で、特に、レンジオフラインというサイトは、研究ガチ勢の方がね、めちゃくちゃ打ってたので、私もよく見て、なんかいい手があったらね、そのままパクって実戦で使ったりもしていました。これはね、私だけじゃなく、他の人もね、結構やっていたようなね、ことで、当時そういう時代だったということですね。なので、直に誰でも、AI が参照できるような感じではなかったです。で、じゃあその時代何が打たれていたのかっていう話をまずしますと、白4に関しては、ほぼこれなんですね。で、これで、当時は、今とはちょっとルールが違いまして、黒3までを1人のプレイヤーが打ちまして、で、その時に3まで打った時に次の手で何箇所打つかっていうのをね、これ台数提示って言うんですけど、っていうのをやるんですね。具体的には、この時代で多かったのは、5台とか4台かな。なので、実際に対局するときは、ちょっとこれ黒白交互でしか並べられないんであれなんですけど、なんていうか、イメージですよ。イメージは、これ白石左下のはないです。ないんですけど、右下のようにね、黒が5つあるんですけど、こうやって5つ並べて、そうすると、この盤上に5つ次の手の候補手を出しますよと。で、あなたは、この黒の候補手の中から1つを選んで打ってくださいねっていう進行になるんですね。で、具体的にじゃあ何がやられてたかっていうと、ほぼ、これになるのかな当時だと。当時のデータベース見たんですけど、大体実戦で打つ人はこれですかね。で、時々これがある感じ。で、当時の見解ですと、ここに打った時は、結構黒よし。で、ここに打った時は、難しいんですけど、やや白の方が押してるかなぐらいの印象ですね。
具体的にどういう進行をやってたかと言いますと、白6でこう打って、黒7こう打って、まあこれ現代ですとね、白8こう打ってね、白勝ちっていうことが確立されてるので、この局面を迎えることはないんですけど、黒が、まあ、黒5をそもそも打たないんですね。なので、こうなることはないんですけど、まあ、当時多かったのはこういう手ですね。白8と単に止めておくような手で、まあ、例えば、こうなって、こうなって、こうなって、こうして、こうして、こうするとか、こうするとかいう手がね、よく打たれてました。で、まあ、この形も、なんか遡っていくと、なんか12を、なんかこちらに打たれている時代があったりとか、そもそも、なんか黒5をこちらの方の番単に打ってる時代とかね、いろいろあったんですけど、まあ、先ほどの進行が確立されてからは、まあ、こちらのようなね、スパッと最善手ではないにしろ、ちょっと黒やるの大変そうだよねっていう見解が多分主流だったかと思いますね。で、しかも、黒9に対して白10っていうのがね、別にこれとは限らないという事情がありまして、なんかこういう手とかも結構有力視されていたみたいですね。なので、なんかいろいろ打てる上に、どれを打っても白的には不満がないっていうことで、あんまり、まあ、敬遠されていたとまでは言わないけど、ちょっと白よしかなぐらいで思われていた感じですね。一方で、こちらですね。こちらは、現代の研究ですと、まあ、黒が主導権を持つんだけども、まあ、数値、評価値としてはほぼ互角になるというのが、これ現代の研究なんですけど、当時だと、かなりなんか圧倒的に黒がいいって思われていたのかな。これはちょっと想像なんですけど、これ実践のデータベースだけを見てると、白の勝率がやたら高いんですよ、これで。この周辺の、なんか直近、この2014年までの2010年から2014年ぐらいのデータを見たんですけど、こう見てると、この白6でね、なんかね、白がね、めちゃめちゃ勝ってるんです。7割ぐらい勝ってるんですけど、ただ、それがどういう手順だったかというと、まあ、こうなって、こうして、こうなった時に、まあ、こうやって、十字型を組むっていうのがね、この形の黎明期に流行した作戦でして、で、これに対する打開策っていうのが、この時代どうだったのかな、なんかね、確立されたか、されようとしていたかっていうところだったんですけど、まあでも、数字を見るとね、白が結構有望視されてて、で、これが黒も嫌だから、白8ここまで来ると、なんか当時の実践の棋譜だとね、黒9こちらに3を引くのが結構多かったんですね。っていう事情がありました。まあ、その他にも、まあ、白8はなんかね、結構いろいろあって、なんか私が昔よく打たれたのだと、こういうようなね、作戦もありまして、まあ、これも頑張ると、現代では黒勝つって言われてるんですけど、実戦で打つとめちゃくちゃ大変なんですよ。まあ、なので、白がいろいろ変化できる上に、なんか黒がそんなに得しないよねって言われていて、この黒7は敬遠されてました。ただ、当時はね、これがすごく有力視されていた作戦でして、これがね、なんかめちゃくちゃ黒勝ってるんですよね、こう調べると。実戦だとね、あんまり打たれてないんですけど、これレンジオフラインの方を見てると、めちゃくちゃ黒勝ってるんですよ。で、具体的には、こうなって、こうして、こうなって、こうして、こうして、こうして、というのがありまして、まあ、この時に、白から3打って3というのがあるんですけれども、ここまで来ちゃうと、まあ、白からね、詰みがあるということで、まあ、これは白勝ちになるんですけれども、この3を引いた瞬間に、4、4と取る手がありまして、これでね、まあ、黒有望というのが当時の研究でございました。で、まあ、具体的になんかよくあった手順っていうのは、まあ、こうなって、こうなって、で、以下、まあ、いろいろあるんですけども、多分決定版に近い対策という風にされたのが、多分21という3匹ですね。
で止めさせて、例えばここに止めておくですとか、3引くですとか、このレーンの間に入っておくですとか、いろいろね、進行あるんですけど、なんかね、この辺の前例全部黒勝ってるんですよね。なので、すごく黒が有望視されてるんだなという感じですね。で、これが、現代ですと、白20でね、なんかこういう返し技がありまして、これがね、なんかものすごい手で、これは確かAI 初の手順だったと思うんですけれども、これが発見されたことによって、以下の手順がかなり難しいんですけど、最善を尽くしていくと、どうやら白が結構有望らしいということで、この手順打たれなくなったんですけど、当時ですと、この手が見つかってないので、白20止めるしかないんだけれども、黒21が有望ということで、4台だったら、黒が有望だし、5台だったらちょっと白が打ちやすいな。で、そうなると、感性っていう形、打ちにくいよねっていう風にされていたんですよね。で、もしやるんだったら5台で提示して、この形をやるかなっていうのが、多分当時の、もう私も覚えてないんですけど、かなりコンセンサスに近いものだったんじゃないかなと思います。で、そんな時に、チンギンさんが、これチームワールドチャンピオンシップっていう団体の世界選手権で、結構でっかい大会なんですけど、その初戦で、これをこう打つわけですね。で、もうこんな手誰も準備してないから、すごいね、どよめくんですよ。なんか、ざわざわするんですよね。なんだこれはみたいな感じで。で、調べると、案の定と言ってはあれなんですけども、この対局の以前では、なんかまともな実戦例ないんですよね。で、日本で、なんか2011年になんかね、打たれていたのがあったんですけど、それはなんかね、一瞬で黒が勝ってて、なんだろう、こう、奇襲ではあるかもしれないけれども、なんか本格的な対局で挑む作戦じゃないよね、みたいな感じで多分見られていたんじゃないかなと思います。そこでなんか有望視されていたらね、その直後ぐらいにポン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 、出てたと思うので、実戦例が。で、調べると、このチームワールドチャンピオンシップのね、2ヶ月ぐらい前に、ロシアンチャンピオンシップハイリーグというトーナメントがあって、それが、ロシアで、おそらく一番大きい大会なのかな。それが、16人のね、総当たりなんですけど、で、そこで、これをなんか2曲やってたんですよね。ただ、その当時の棋譜を見てると、黒5でどこに打ってたかっていうと、こうしてるんですね。で、これは、現代だと白勝ちって言われてるのかな。多分そうだと思います。はい、白勝ちって言われてると思います。なんですけど、当時はね、そんなもんわかんないから、みんな使うわけですよね。っていうのがあって、この白4に対して何がどう融合なのかっていうのが、マジで何も分かってない状態ですね。ただ、ぼんやりと、なんか、これ4台で提示してるんですけど、これ4つぐらい黒いい手あるでしょみたいな。こうして、こうして、こうして、あと一つなんかあるでしょみたいな感じで思うんですけど、なんかそういう、直感っていうか、なんか先入観も相まって、この白4っていうのは見過ごされてきたんですけど、そこで目をつけてね、この手を発掘したっていうのがね、チンギンさんのすごいところですね。で、現代では、黒5は、おおよそこれかこれになるのかな。おおよそこれかこれになって、ちょっと奇襲としてこれと、こういうのがあるみたいな感じですね。で、こちらの打つ黒5の方も、別の対局なんですけど、この大会の時に出てます。
で、それもね、なんかものすごい対局なんですけれども、これ次の手が、多分、なかなか思いつかないと思うんですけど、これ次の手で、こう、引き算ってしてるんですよね。で、この手を考えないから、なんだこれはってなって、やっぱり長考するんですよね。っていうことがね、当時はあって、すごい私も、この時は、現場にいたんですけど、すごい衝撃を受けた記憶があります。で、本譜はね、何を言ったかっていうと、黒5はこうしました。これは現代の研究で言うと、白有望って言われてるのかな。白よし、どのくらいよしかはちょっとわかんないんですけど、わかんないから、打っちゃうよねっていう手なんですけどね。で、以下、白6、黒7となりました。これ、こういう手もあるような気はしますが、こうされた時に、ちょっと対応が難しくてやめたのかなとは、具体的な理由はわかんないんですけど、そういう風なことをちょっと察します。っていうのは、なんかこう止めちゃうと、これでなんかいきなりここ3三金で負けちゃうので、なんか黒が一番打ちたい場所打てないんですよね。なので、こういうのも一応手ではあるんですけれども、こう止めとくぐらいでもいいし、3から動けたりするのかなとかもあるし、白の方は結構手段に困んないっていうことで、黒は何か具体的な手作りをしたいっていうことを考えたときに、黒7とちょっとレーンをね、3つ作って攻撃的にいったのではないかなと想像します。わかんないけど。で、8、9、10となりまして、白は自然の手運びですね。黒の手を止めながら、こう、レーンを作っていって優位を拡大していくということになります。で、11、12、13となりました。この時点でもう、白の方がちょっと外側に囲っていて、なおかつ、こう、剣先とレーンがあって、黒がね、ちょっと分断され気味で、ちょっと黒大変そうかなっていうのがね、個人的な感触ですね。で、14。この手でね、完全に、黒のね、剣先とレーンの連携を分断できて、なおかつ、これが素直に3から3という狙いを残しているので、こういう、素直なね、いい手があるときってね、大変なんですよね。で、黒は、15。波の手だとちょっと大変だっていうことで、こうやって動いていきます。17と。これは、こうすると、なんか止められてさらに、優位を拡大されるのが嫌だったかな。打てるうちに打っといて、ここに打つことで、この縦の連が増えるので、これを先に入れておいたってことですね。あと、何かの時に、この4がちょっと受けに効いたり攻めに効いたりするかなっていうことですね。ただ、シンプルにこう打たれるぐらいでも結構大変そうに見える。はい、打ちましたね。こうなって、こうなりましたと。ここで白20が押してます。これ私レベルだと何も考えずにこう打ちそうですけど、これだと、あれかななんかこうなって、この時にちょっと後手引いちゃうっていう考え方をしたんですかね。ちょっとわかりませんが、なんかこうなった時にこう受けたくないと。これ受けると、ただ受けただけの手になっちゃうから、ここでなんか自由度の高い手を黒に打たれてしまって、ちょっと不満だっていう考えをしたのかなと思います。わかんないけど。あとは、こうなったんですけど、こうなって、こうされたとか、こうされても、こういう手でね、先手で返せるので、あんまり痛くないでしょうという目論みかなということですね。なので、この白20っていうのは、攻撃も含めて、黒の手のカウンターも含める、攻防一体の手ですね。で、21、22、かなり細かい手作りで、ちょっと具体的な善悪は分かりませんが、23、24、
これ。なんかキューブだとこうなってるんだけど、これ勝っちゃうと思ったけど、あれだね、ここに4があるから大丈夫なんですね。これはなんか見えてなかった。で、こうして、こうなって、黒もあれですね。こう打たないんですね。こう打つとなんか問題があるのかな。まあでも次のこれ、こういう手が特に先手じゃないから、放置されるってことなのかな。まあ別にこれでも放置するかもしれないんだけど、まあでもなんとなくロケットあったら一回叩きたくなるから、その辺のなんか選択肢を相手に委ねたっていう感じですかね。で、27、28、29と、まあこの辺りは自然な攻防ですね。30と、ここで1回反発しました。これ何かっていうと、放っておくと4して、打って、3という手がありますと。なので、黒は受けなくちゃいけないということですね。これどうするんだろう。こうするのかな。この3引かれたくないから、でも、こうするとこれで連稼がれちゃうからっていうことかな。なので、白の方が得してるだろうという目論見みですかね。てか、この3引くと、そもそもの話、こうされるか。こうされて、ここ失禁ですね。なので、この3打てないんだ。それ痛いな。確かにいい手に見える、この30。そうすると、なんか一番打ちたい場所に打てないから。というわけで、本譜はこうしました。これは、この剣先を作りながら受けることで、ちょっと攻めにも効かしてるよ、みたいな意味合いですかね。ただ、この連の受け方がね、ちょっと間接的だと、この3引かれちゃうから、ちょっと、気分が悪いっていうか、白の方が主張が通ってる感じがしますね。で、32、33、34。ここ決めない手もある。こういう風に行く手もあるんで、ちょっと判断難しいんですけど、決めました。35、36、37、38、39、40だ。40って、この辺全部使いますね。ここは、ここを止めないと失死なので、打つんですけど、一気にいけますね。これ、積みってことかな ?44。こうしてる。これ絶対なんだ。へえ。何が起きてるか、あんまり追いつけてないけど、こう止めなきゃいけないらしい。なるほど。こうできないんだな。ちょっとそのあたりの理屈をあんまりちゃんと分かってないけど、変わるのか、これ。ちょっとわかんないんで次行きます。本譜はこうしました。これ積まないんだね。なんか積みそうな気配もするけど。積みそうな気配もするけど、例えば、こうなって、こうなって、でもこの剣先が強くて意外と勝てないのか。っていうことを多分言いたげですね。だから、うまい手順あるのかもしれないけど、簡単に勝つのは難しいよという読みなんですね。で、これが、こっちだとそれが、なんか積んじゃうのかな。なるほど。
こうするとなんか長連を狙われるみたいなことがあるのかな。こうして、なんか、こうなって、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、こういうような感じでね、まあ、一回取れる。ちょっとちゃんと分かってない。ちゃんと分かってないんだけど。で、ここ受けなきゃいけないから、こっち側で勝てるみたいなことがあるんですかね。こうやって。こうやって。こうやって。ここまで行けば広がちなので。これ、こうしないと積んじゃうってことなのかな。これいきなり行くとダメなの？いきなり行くとダメな可能性があるのか。なんか、ちゃんとわからないな。ちゃんとわかりたいけど、ちゃんとわかんない。こうなって、こうして、こうなる。なんか直でも勝ってそうな気がしちゃうけど、ちょっとこの辺りの真相がわからないです。私が単になんか読む気ないだけかもしれない。まあ、ただ、実戦多分、時間もあんまりないだろうから、結構確実なルートで行ったっていう線はありますね。こうなって、これ絶対で、こうやったら間違いなく攻めは継続するから、あんまり深いこと考える必要がないっていう話はありそうですね。で、こうなって、こうしました。これは美しいですね。この826の剣先が働いて、黒の27と19のね、この剣先候補のところをあらかじめ止めながら、この連とこの連とこの連が連携して、綺麗に全部右下側に攻めが集中してるんで、この手作りはすごく綺麗だと思います。確かに、なんか狭いところで詰ますよりも、こういう風になんか広いところに順当になんか展開して、なんか有利が見込まれるんだったら、打っちゃうかもね。特に時間がこう、切迫してて、確かなことが呼び切れないっていうことになったら、こういう確実な手段で、有利を取りに行くかもね。49、50、これは積みに入ったのかな ?51。積みに入ってそうな気配はしますね。52、53、54と。これ絶対止まんないような、なんか連の数してますね。55、56、57、58となりました。まあ、これ次に3があるんですけど、まあ、あまりにもね、ちょっと、白の攻めがいっぱいありすぎて、黒は大変そうですね。で、59、60と打ちましてまで、黒が投了となりました。投了追加はどうするかと言いますと、まあ、こっち止めても、こっち止めても、こっち止めた場合に、まあ、こう打たせて、こうすると、ここ3三金になりますかね。まあ、なので、黒のよどみない寄せが決まったということだと思います。いや、この曲、綺麗だな。改めて並べると。まあ、一番の感動ポイントはね、この作戦をなんかね、有望だということを見出して、採用したっていうことだと個人的には思うんですけど、なんか寄付そのものを見ても、すごい綺麗に展開して、黒の、なんだろう。いや、黒もね、すごい失着があったわけじゃないと思うんですけども、もともとの、多分、初期値の優位を的確に拡大して勝ったという言える対局だと思います。いや、しかし、こういうのね、なんか、
こういう連中、人生で一度はやってみたいよなって個人的には思ってて、なんか特に AI 時代だと、まあなんか AI のなんか言うがままとか、まあ、あるいは強い人がこう注目してたから、なんかやるとか言って、まあそれでね、なんかなんだろう、そういうことに追随してると、まあ結構勝てるんですよ。結構勝てるんだけど、なんだろうね、こうなんかやってて、すごく面白くないっていうか、窮屈な感じがだんだんしてくるんですよね。してくるので、なんかね、こういう、当時っていうか、まあ、今だったら今ね、今この瞬間の、なんだろう、行き詰まってる局面っていうのを打開するような手をね、編み出して、勝つっていうのはすごいね、個人的にはいいことなんじゃないかなと思ってて、私もなんか、できるかわからないけれども、今後そういうのを目指したいですね。というわけで、本日は、チームワールドチャンピオンシップの、黒タイムラさん、白賃金さんの寄付を並べていきました。本日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。